ということで今日作っていくのはフォンダンショコラです。フォンダンショコラといえば中からとろっとチョコレートが溢れ出てくる、そんなお菓子のイメージがありますよね。バレンタインやプレゼントにぴったりなので小さめの型で作る方が多いですよね。ですが今日はわざわざあの型を用意する手間もなし、手軽に簡単にフォンダンショコラを作りたい、そんな方たちにぴったりなパウンド型で簡単に作れちゃうフォンダンショコラを紹介します。では最後までご覧ください。まずは計量から。大きめのボウルにバターを測っていきます。バターから測るのにもちゃんとした理由があるんです。後ほど解説いたします。たっぷりのバターなんて贅沢なんでしょう。見ての通り油分の多さが特徴的だから、あのとろっとが再現できるんです。非常に口どけがいいのもこのバターのおかげなので、一気に食べるのは注意ですよ。少しずつ食べるのがおすすめ。今回はチョコレートはこちらを使っていきます。よくスーパーなどで見かけますよね。手に入りやすいのにとても美味しく作れますよ。お好きなチョコレートで代用可能ですが、スイートチョコレートがおすすめです。ではバターを測ったボウルに細かくしながら入れます。包丁なので細かくする必要はないので手で細かくしちゃいます。これを湯煎で溶かしていきます。チョコレートは焦げやすいのでお湯がふつふつしてきたら火は止めてください。バターから測ったのもボウルの接着面にチョコを当てないためなんです。これで失敗するのを防ぎます。また湯煎の鍋より大きいボウルに測るのも湯煎の際の失敗を防ぐためでもあります。ボウルに水が入ってしまうと分離の原因になり、口どけ舌触りが悪くなってしまうので、ボウル選びも重要だったりします。チョコレートとバターはたまに混ぜてください。常温に戻した全卵をよく溶きます。常温に戻しておいたのは生地温を下げないためと全卵をサラサラにしやすくするためです。そしてここでなるべく空気を入れないことがポイント。濃厚なフォンダンショコラになるんです。よく溶いた全卵をこします。卵には舌触りを悪くする子がいます。それをこします。これでさらに口どけを良くします。そんなに気にならない方はこさなくても大丈夫ですよ。今回はパウンド型で焼いていくので、事前にクッキングシートを使って型紙を敷いておきます。ではこの辺でオーブンを予熱しておきます。ではチョコレートとバターが完全に溶けたので生地を作っていきます。生地の温度は60度前後にしてください。チョコレートが溶けたらだいたいその温度になっているので、わざわざ温度計で測る必要はありません。そこにきび砂糖を加えて混ぜます。手に入りやすいチョコで作っても風味が上がって高級感のあるフォンダンショコラになりますよ。もちろんお好きなお砂糖でも代用可能です。ほぼ油分なのでまだ砂糖は溶けません。湯煎から外したらボウルの下をよく拭きます。チョコの中に水滴が入るのを防ぐためです。よく溶いた全卵を4回に分けて加えます。1回目が混ざったら2回目と、その都度中心のみを混ぜるようにしましょう。これできれいに混ざりやすくなります。ツヤツヤしてきたら徐々に混ぜる円を大きくしていくイメージで混ぜていきます。生地はツヤツヤしている状態を目指しましょう。つまり生地が乳化している状態になります。乳化は油と水がきれいに混ざっている状態のことを言います。この乳化が口どけに大きく影響を及ぼします。乳化は生地の温度とよく混ぜることにより乳化します。全卵が全量入っていても油が浮いている状態、ブツブツと見た目が悪い状態ですね。これを分離と言います。分離が起こるのはチョコレートに余分な水分が入ったりすると分離してしまうことがあります。
なので湯煎の水などが誤って入ってしまわないように注意しましょう。生地の温度が低すぎて分離した場合は温めれば解決します。混ぜ不足による分離もあるのでそこも注意ですね。見た目がとにかく美味しそうでツヤツヤしていれば OK です。残りの全卵を加えよく混ぜます。ツヤツヤして綺麗に乳化していますね。これで口どけが良くなるんです。自分の顔が見えるくらいツヤツヤしてます。仕上げにボウルの底、そして横をこそぐようにしてよく混ぜたら生地の完成になります。軽く上からショックを与えて予熱したオーブンで焼いていきます。